にちは。今日は日本のお風呂文化についてご紹介しようと思います。日本のね、お風呂文化って多分他の国とは結構違うと思います。お風呂って日本人にとってすごく大切で、だからこそ温泉とかもあるんだけど、でもね、やっぱり一番大切なのはたまに行く温泉じゃなくて毎日のお風呂ですよね。ということでね、今日は日本のお風呂文化についてご紹介するので、皆さんはぜひ自分の国の文化と何が違うかなって考えながら聞いてもらえたら嬉しいです。それでは始めていきましょう。はい、まずね、大前提なんですけど、日本人は毎日お風呂に入ります。絶対にね、1日に1回はお風呂に入るんです。で、お風呂に入るっていうのはシャワーを浴びるとは違います。皆さんのね、国では自分の家にバスタブ、日本語では湯船って言うんですけど、湯船があるとは限らないですよね。結構シャワーだけの家とかもあるかなと思います。日本ではだいたいね、どの家もバスタブ、湯船はあります。で、しかも基本的にはトイレとは分かれてるんですね。トイレの部屋と別でお風呂場があります。一人暮らしの家で小さい部屋とかだったらトイレとお風呂が一緒になってることも珍しくはないんですが、基本的にはお風呂とトイレは別だから、お風呂に入る時も周りが濡れないように気をつける必要がなくて、もう自由にシャワーもパーって使えるし、お風呂もシャワーとは別に湯船にお湯を溜めておいて、体とか頭を洗ったらお風呂に入ってゆっくりするっていうのが日本の文化です。で、このお風呂に入るタイミングも基本的に日本人はみんな同じです。日本人はだいたい夜寝る前にお風呂に入ります。それがね、寝る直前とかじゃなくても必ず布団に入る前にお風呂に入ります。そのね、考え方としては、一日外とかで働いたりとか勉強したりとかなんかいろいろして帰ってきます。そしたらやっぱり体は汚くなるし、汗もかくし、そういうのを全部きれいにしてから布団に入って寝ましょうっていうのが基本的な文化、日本の文化なんですね。やっぱりきれいになってすっきりした状態で寝たいから、日本人は1日1回全身を洗います。だからシャンプーとかリンスもして体も全身洗ってきれいにして湯船に浸かってゆっくりしてまたシャワーを浴びてお風呂を出るっていうことがほとんどです。湯船に毎日お湯をためるとやっぱり水道代はねかかるから、一人暮らしの人とかはあんまりわざわざ湯船にお湯をためてお風呂に浸かるっていうことはしないかもしれない。っていうか多分しないと思う。けど、家族とかね、お父さんお母さん、子供たちがいるっていう家は結構みんな毎日お湯を湯船に張って、で、お風呂に浸かるっていうのがお風呂に入るっていう概念ですね。だから毎日絶対に頭も洗うし体も洗うしお湯に浸かる。だから基本的にシャワーだけで終わらせるっていう日はないです。なぜねこの話をしているかというと、私は結構海外旅行が好きでシェアハウスに泊まることもあるんですね。そうするといろんな国から来た人たちと会って一緒に生活をするんですが、見てるとね結構みんなお風呂に入るタイミングって違うし、毎日お風呂に入っていない人もいるなって思うんですよ。海外なので湯船はないにしてもシャワーを浴びるタイミングとか回数っていうのが違うなって思ってて、このシェアハウスに住んでるのが他の国の人たちだったら基本的にシャワーを浴びるタイミングっていうのは被らないからあんまり気にしないんですけど、日本人がいる場合はもうねバトルですね。
だいたい同じぐらいのタイミングでお風呂に入りたがるから、お風呂に入りたいなっていうタイミングで誰かがシャワーを浴びているっていうこととかは全然珍しくないです。私が日本人の友達と旅行に行く時とかも、もうみんな絶対に一日の終わりにシャワーを浴びるから、基本的にはどっちが先に入るかっていう話をします。もうね、一日観光ですごい疲れちゃった日とかは、友達と本気のじゃんけんをして、どっちが先にお風呂に入るかっていうのを決めたりとかっていうのは結構あります。あるいは、じゃあ今日はあなたが先に入っていいよ。明日は私が先に入るね。みたいな感じで順番にすることもあります。みんなね、これは人それぞれだと思いますが、でもやっぱり日本人は絶対に一日の終わりにシャワーを浴びてから寝たいんですね。だから髪がね、長い人、私も結構髪が実は長いんですが、髪が長い人は毎日洗うからすごい大変なんですよ。毎日洗って毎日ドライヤーで乾かすってもう結構時間がね、かかるので、大変だけど、これはしないと嫌だから絶対にします。そうじゃないとお布団に入りたくない、って思うんですよね。私はね、今まで毎日ね、寝る前にお風呂に入るっていうのはもう当たり前のことだと思ってたから、なんでね、毎日お風呂に入るのかって考えたこともなかったんですよ。当たり前すぎて。でも、この海外の人とかと生活をしてみて思ったのは、多分ね、日本って湿気が多い国だから、お風呂に入らないと髪とかもベタベタするし、汗とかもね、ベタつくし、なんか嫌なんですよね。やっぱりそういうのをきれいに洗い流したいなっていう気持ちが強いのかなって思います。海外では結構空気が乾燥してたりとかして、あんまり髪がベタつくとかってないのかな。汗とかもね、すぐ乾くとかなのかな、わかんないんだけど、日本人はね、結構匂い、体臭とかも気をつけたいからお風呂はやっぱり入るんですよね。あとは多分日本が島国だから海に囲まれてて山もあって水にはね恵まれているから、水をこうやって毎日たくさん使ってお風呂に入るっていうことが昔からできたから、こういう文化になったのかなとも思います。ただね、このお風呂に溜める水は毎日新しくしないこともあります。っていうのは、お風呂にね、お湯を溜めるでしょ。で、お風呂に入ります。でも、次の日にボタンをね、ポチって押すと、またお風呂の中のお湯が温まるっていう追い焚き機能っていうのが日本のお風呂にはあるんですよ。基本的に。だから、お風呂にね、もちろん何十分も使ってたらお湯がちょっとずつ冷めていきますね。冷たくなっていったらまた追い焚き機能をポチって押せばまた水がねあったかくなっていくんです。だからその機能を次の日も使って冷たい水をまたあったかく追い焚きをして同じお湯に浸かるっていうのが結構珍しくないです。現代に改めて考えるともしかしたらそんなに衛生的ではないかもしれないんですが、でもね、毎日ね、湯船にたっぷり水を張って毎日水を流すっていうのはちょっともったいない気もするし、水道代もねかかるから、やっぱりその機能はすごいありがたいなって思います。海外の湯船ではまだ私見たことないんですよね、この追い焚き機能。だから一回お湯を張ってぬるくなって冷たくなったらもう流すしかない、もう流して廃棄するしかないっていうイメージがあります。昔のね、日本とかはそういうボタンとかがない時代は木をねこうやって割ってお風呂の下に入れて火を焚いてお湯を沸かす、そういう感じのお風呂だった時代もあったみたいなので、私はそういう時代には生まれてないんですけど、やっぱりそういうのも同じお湯を使い回せるっていうのはいいですよね。あと、これはね、もう一つ日本の特徴なんですけど、日本は地震がある国なんですよ。で、震災があって水が出なくなってしまった場合に、お風呂の水があったら安心だよねっていう発想もあります。だから基本的には使い終わった
お湯もすぐに流さずにそこに取っておく。そうすれば万が一震災でね、何かがあった時もそこの水を使って生き延びられるかもしれない。そういう発想もあると思います。水はね、命の水って言われますよね。大切だからこそ、そういう万が一の震災の時にも大丈夫なように水を溜めておくっていうのは昔の人の知恵かもしれないです。だからね、最近ではお風呂に入るって言ったらシャワーで体と髪全身を洗うっていうだけで流すっていうだけの意味でもあることがほとんどですが、基本的にはね、お風呂に入るって言ったら湯船に浸かることも意味します。もう全部ですね。髪洗って体洗って体全身をきれいにしてから湯船に入ってゆっくりして、それからお風呂を出る、そういうイメージです。それが日本人にとってのお風呂に入るです。私もね、海外ではお風呂に入るって言ってもシャワーで髪と体を洗って出るだけ、そんな感じです。どうでしたか？皆さんの国と日本のお風呂に入るの概念って違いましたか？逆にもしね、いや私の国でも毎日お風呂に浸かるよっていう人がいたら、ぜひコメントで教えてください。もしかしたらね、私たちのお風呂に入るっていう文化が似てるかもしれないですよね。今のところ私はあんまり聞いたことがね、ないから、これはちょっと興味深いです。あるいはね、皆さんの国で基本的にみんなこういうタイミングでお風呂に入るよっていうのがあれば、ぜひコメントで教えてください。やっぱりね、お風呂に入るってとっても大切なことですよね。特にね、感染症とかが流行った時とかは、全身をね、きれいにすることで菌を洗い流して、それから寝るっていうのがやっぱり大切なんじゃないかなっていうふうには思います。インフルエンザとかもお風呂に入って寝るのが大切っていうふうに言われているのを聞いたことがあります。これは文化だからみんながどうした方がいいとかっていう話ではないので、ぜひね、日本人ってこういう風に過ごすんだなとか、日本人とシェアハウスをした時、確かに毎日夜にお風呂に入ってたなとか、何か思い出話があれば教えてください。はい。もしこういう動画がいいねと思ってくださった方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。コメントやリクエストも待ってます。